できました。いやー、スフレイエーイ。切ってケーキ乳糖ここ見てるわ。いい音。聞こえるかな。シュワーって。いや、たまらん音がしとるよ。でかいよ。やったー。同じ大きさ盛り付けるの珍しいね。確かにあったかい。まだプリプリしてる。プリプリしてる。ではいただきます。いただきます。溶ける。なくなる。口の中で。歯いらん。いやー、めちゃくちゃシュワシュワ。なんかレモン入ってる。レモン少し入ってるんですね。レモンの香りとチーズの香りが爽やかでいいね。朝食べたい。うまい。スフレのポイントはこのふわシュワのポイント。スフレ多分ちょっとケーキの中だとちょっと難しいかなと思うんですけど、ポイントはまず一つ一つ材料を入れていくたびにしっかり混ぜ合わせるところが大事ですね。あとはグルテンが出てしまうので薄力粉を入れてから混ぜると。なるほど。そうならないために薄力粉を入れてからはもうなるべく最小限に抑えること、混ぜる回数を。そこがポイント。ですかね。あとはしっかりとしたメレンゲを作ることだったりとか、蒸し焼きにするところとかがポイントかなと思います。なるほどね。なんか綺麗に焼き上げるコツみたいなのあるの？焼き上げるコツ、まずさっき言ったグルテン出ないように薄力粉を入れたら最小限に抑えるっていうところもそうなんですけど、型にバターをしっかり塗ることと、あとクッキングシートを使うんですけど、あれツルツルのやつ使わないと結構表面が割れやすくなっちゃったりとかするので、そこも気をつけた方がいいかもしれないですね。クッキングシートを選ばなきゃいけないっていうのは確かにあんまりみんな意識してないかもしれないね。ツルツルっていうのはどんな感じなの？テッカテカのやつとかあるの？そうテッカテカというか、なんか一回私なんかちょっと古いタイプのクッキングシート使っちゃって、触ってなんか紙のようなクッキングシートを使った時に結構表面が割れるようなタイプのスフレになったので、割らさせたくないんだったらそこも気をつけた方がいいかなと思います。なんか生地が膨れる時に引っ張られないようにしてあげるのが大事。そうですね。生地が自由にスーッと大きく伸びるようにしてあげれば、割れにくいかなって感じかな。そうだと思います。なるほど。繊細だね。柔らかいし。でもだからこれ上手にできると嬉しいね。美味しい。もうなくなった。なんかケーキってさ、冷たくしてからじゃないと食べないというか、冷やして食べるものっていうイメージだけど、なんかこのちょっとまだあったかい状態のやつすごい美味しいなって思った。美味しいですよね。なんかぬくいまんまで食べてほしいって思うんだけど、これさ、だってお店だと絶対買えないわけじゃん、このあったかいスフレって。買えないですね。お家で作らないと食べれないから、もうね、作れるんならなんかやってみて食べてほしいなって。お店じゃ味わえない体験ができる。そうですね。冷やしてももちろん美味しいんですけど、焼きたてこのまだあったかい状態で食べるっていうのが特に私は好き。おすすめの食べ方、パティシエ時代からよくやってて朝ごはんスフレみたいな結構あったんですよ。言ってたね。大好きなんですよ。だからすごいおすすめです。はい、皆さんもね、ぜひお家でしかね食べることができないと思うので、焼きたてのスフレチーズぜひ作って食べてみてほしいです。パティキッチンでは本格スイーツ、時短簡単レシピ、健康に気を使ったレシピ、
びっくりデカ盛りレシピなどなどバラエティに富んだレシピをどんどん配信しています。レシピが気になるなという方はぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた次回のレシピでお会いしましょう。バイバーイ。